残りは私たち3人だけ。10秒後には1人になってるかもしれないけど。ビル先輩、それはどういう意味？この霧はまさか。フォローはしないわ。防ぎなさい。何も失わず何も恐れない。輝く王冠は私のためにある。フェアレストワンオブオール。この霧を吸い込んだ者はことごとく深い眠りに落ちるであろう。氷よ、壁となり僕らを応援。魔獣に傷はついてないわね。少しの間そこで眠っていなさい。二人とももう出てきて大丈夫よ。ビールさん、ユニーク魔法を使うなら事前に言っておいてください。氷で密閉空間を作るのがもう少し遅ければ僕たちも眠っているところでした。あら、僕たちは臨機応変に動けない未熟者ですって宣言？甘えないでちょうだい。それにこの競技は素材を入手して持ち帰るまでの時間を競う競技よ。何人脱落しようと魔獣さえ傷つけなければ減点にはならない。つまり素材を持って一人だけでもゴールすればいいということか。その通り。時間を競う競技なら無駄は徹底的に削ぎ落とすべきでしょ。合理的ではありますが、我が校なら良くない方に出そうなルールですね。連携どころか全員バラバラに動いて収拾がつかなくなりそうだ。今回のように。この競技においては仲間を潔く切り捨てることができるのが強みの一つ。友愛と団結を看板に掲げてるロイヤルソードアカデミーには取れない戦法でしょ。さあ、無駄話はここまで。さっさと祭祀を済ませて戻りましょう。沼の中に、ありました。水草の間に卵が産みつけられています。卵を取り囲む透明なゼリー状の膜。これが毒袋ね。ではゴム手袋をはめていざ。ちょっと待ってくれ。どうかしましたか？そのゴム手袋じゃ毒が浸透するぞ。フロップトードの毒は使用性だ。使用性は有機物に浸透するからゴム手袋だけじゃ毒は防げない。だが親ガエルの粘液には毒を中和する成分が含まれている。だからそれでコーティングしてからの採取をおすすめするよ。なんだ、優秀な寮長である二人なら当然知っているものだと思っていたんだが、もっと早く説明しておくべきだったな。言い方に引っかかるところはあるけど、今の助言がなければアズールも私も麻痺してた。助かったわジャミル。とんでもない。ただ魔獣の毒について多少の知識があっただけです。毒蛇や毒サソリ、ネッサの国では毒を持つ生物は日常的な脅威ですから。つまり配布された備品も意地の悪い引っ掛けだったということですね。ゴム手袋もそれだけでは用をなさない。魔獣の生態知識と現地調達の素材を合わせてようやく目的を達成できる。皮肉な話だけどチームメイトの知識も含めて結局無駄なものは何もないということね。教訓になったわ。というわけでアズール、眠っている親ガエルの粘液を手袋に塗りたくるわよ。嫌すぎる。ねえ、ジャック君。この授業、なんか妙に人数が少なくない？確かに。3学年合同の授業だったのに、俺たち含めて10人もいねえ。集合場所はここで合ってるはずだが、まさかサボりか？いくらナイトレイブンカレッジでも、ほとんどの生徒がサボるなんてことあるかな？死後は慎みたまえ。これより本日の特別授業で行うリベレーションコードの競技説明を始める。この競技は7名1組となり、各チームは独立した空間に配置され、フィールド内に隠された暗号を解読し、
最終地点を目指す。全ての謎を解き、最速で脱出したチームが勝利となる。暗号を解読？よくある謎解きしながら脱出するゲームみたいなやつかな。この競技で試されるのは知識力、論理的思考力、記憶力、集中力、すなわち君たちの学術的思考力だ。日頃の学びがものを言う。加えて予期せぬ事態に対処する魔法技術と的確な判断力が求められることも忘れるな。間違った行動をすれば即座に排除される場合もある。慎重にかつ品位ある行動を心がけたまえ。排除。確かフィールドから強制的に退場させられるんですよね。そうだ。脱落者は別空間へ強制転送され、当然だが競技には復帰できない。ちなみにこの競技は誰か1名でも最終地点に到達すればその時点で終了となる。つまり脱落者が出ても構わないルールってことか。その通りだ。誰を先に進ませ誰が危険を引き受けるか、そういった判断を迫られる場面もある。ナイトレイブンカレッジの勝利のために何が最善かを判断すること。先生、質問をよろしいでしょうか。ローズハートの発言を許可する。本日はここにいる7名でチームを組むという認識でよろしいですか。その通りだ。他のチームはすでに別のスタート地点に集合しており、それぞれ異なる空間で同時に競技に挑戦する。ではこれより競技を開始する。各自最善を尽くすように。もう行っちゃった？ヒントとか指示書とか一切ないわけ？何から始めりゃいいの？そういえばリドルさんは去年の学園対抗戦でこの競技に出場されていましたよね。何かアドバイスはありませんか、先輩。君も特別授業では経験しているはずだけれど、まあいい。まずは落ち着いてじっくり周囲を観察し違和感を探すんだ。手がかりは必ずフィールド内にある。落ち着いてですか。実にリドルさんらしい説得力のある助言だ。だからといってのんびりしてはいられないよ。この競技の勝利条件は最速で脱出だからね。よし、気合い入れてくぞ。よし、まずは周りをよく見て。なんか食欲をそそる匂いがすんな。テーブルに置かれたクロッシュの中からですね。中身は温かい肉料理のようです。うわー、たげいい匂い。ローストビーフかな。もしかしてこれが次のヒント？確か出された料理は温かいうちにいただくっていうマナーがあったよな。ご明察です。温かい料理を冷ますのは作り手への敬意を欠く行為とされていますね。トレインは品位ある行動を心がけろって言ってた。つまりこれを食べろってことだろ。いただきまーす。待て、勝手な行動は。うわっ！ローストビーフを食べた人が一瞬で消えちゃった。間違った行動をすれば即退場。こういうことかよ。ジェイド、君わざと彼をそそのかしたね。まさか。僕はただ一般的なマナーをお伝えしただけで、結果的に彼はその身を犠牲に僕たちに脱落の基準を教えてくださったわけですが。まったく油断も隙もない。とはいえ彼の品位のない行動も擁護できない。ハーツラビル寮生の風上にも置けないね。後で首をはねてやる。気を取り直して、まずこの料理自体が謎解きに関係しているのは間違いなさそうですね。食べた人間が脱落したということは何か別の視点で見る必要がありそうです。
テーブルマナーに関する謎ってことか。だとしたら、悔しいが俺はお手上げだ。僕もビルさんに厳しく言われてるけど、まだ完璧には覚えきれてないよ。テーブルマナーか。これは肉料理。メインディッシュが出されているのに、前菜用のカトラリーがまだ並んでいる。本来なら前菜が終わればそのカトラリーは下げられるはず。ローストビーフがメインディッシュならば、肉用のナイフとフォークのみが置かれているべきだ。確かに前菜用のカトラリーが残っているのは不自然ですね。調べてみましょう。ご覧、スープスプーンの裏側に文字が刻まれている。では前菜用のカトラリーを全て集めて並べてみましょ前菜用ってどれだっけ？外側から使うことだけは分かってるんだけど。不用意に動かせば即退場なんてことになるかもしれねえ。慎重に行くぞ。文字は出揃ったけど、これどういう意味？これは古代呪文語だね。冷たい箱と書いてあるようだ。大食堂にある冷たい箱といえば冷蔵庫でしょうか。次の手がかりはそこにあるということかもしれません。キッチンに行ってみましょう。冷蔵庫に手がかりってことは中に何か入ってるのか？おい、不用意に開けんな。全員下がれ！炎よ、盾となれ！このままでは全員氷漬けにされてしまいますね。はっ！冷蔵庫のドアを閉めたら吹雪が収まった。びっくりした。開けたやつがカチコチに固まっちまってる。行動不能に陥っても退場させられちまうみてえだな。まったく、先ほどチームメイトが退場する様子を見ていただろうに、慎重さのかけらもない。彼はもっと熟慮の精神を磨く必要がありそうですね。さて、見て、冷蔵庫の扉にメモが貼ってある。4つの真実を皿に、1つの嘘を杯に。なるほど、これが次の謎ですか。真実と嘘って何のことだ？そうだ、リンゴを4つ皿に乗せて梨を1つ杯に入れてみたらどうかな。リンゴは本物で梨は偽物みたいな。梨はリンゴの偽物じゃねえだろ。全然別の果物だ。もしかすると置くものは必ずしも食材である必要はないんじゃないかな。例えば正しいレシピと間違っているレシピを置いてみるとか。明白に嘘を判断できる材料が乏しすぎませんか？レシピの精度など好みによるとも言えますし。悩んでる時間がもったいない。他に何かヒントがないかキッチン内を探してみようぜ。僕も。まさかゴミ箱の中にあんな仕掛けがあるとは驚きました。危うく全員が吸い込まれるところだったね。一人吸い込まれちゃったけど。くそ、コンロをつけた時に上がった火柱で前髪が少し焦げちまった。いくら予期せぬ事態に対処する魔法技術が必要って言っても罠がありすぎるだろう。まさかここにある膨大な調理器具の中に嘘が紛れているとか。こんなことならマスターシェフ受講前に読んだ調理器具大全、料理を支える道具の知識と使い方を暗記しておけばよかった。学園対抗戦の競技でさすがにそこまでの専門知識を要求するとは思えませんが。それは言えてるな。俺たちは魔法師であって調理師や金物屋じゃねえ。確かにこれは魔法師としての学識が問われる競技であれば、
普段受けている授業の範疇で解ける謎のはず。ん？壁で今キラッと光ったあれは、学食の料理長が受賞した料理コンテストの金メダル。メダル。金。ああ！もしかして、あそこにたくさん飾られている金メダルのどれかが嘘なのでは？メダルの嘘？料理長が受賞してないコンテストのメダルはどれかとか？それこそ魔法師としての学識に関係ねえだろ。どうやって正解を当てろっつんだ。そうか、比重だ。おっしゃる通りです、リドルさん。つまりどういうこと？金属は種類ごとに比重が違う。例えば金は一般的な金属より重たいんだ。早速あのメダルを計量器で測り比べてみましょう。全部測り終わったけど、この一つだけ明らかに軽い。ってことは、これが偽物だな。金属の比重。錬金術では基礎中の基礎の知識なのに、思いつけなくて悔しいよ。お手柄だね、ジェイド。たまたまですよ。実はアズールの趣味がコイン集めでして、金貨の真贋については、それはもう耳にタコができるほど何度も聞かされていましたから。それじゃあ、本物の金でできたメダル4つを皿に、偽物の1つを杯の中に置くぜ。おや？冷蔵庫のドアが一人でに。奥は別の空間につながっていますね。どうやら次のステージである図書室につながっているようです。ここでは想像以上に時間を取られてしまった。次で巻き返そう。行くよ。これで終わりじゃねえのかよ。この競技、僕たちだけじゃゴールにたどり着くまで何年もかかりそう。いや、弱音を吐いてる時間はねえ。最後まで食らいついてくぞ、エペル。頑張ろう、ジャック君。マジきっつー。授業終わっただけなのに、もう体が動かねえ。あんな罠だらけの迷路を全力疾走させられるなんて、陸上部のハードル走とはわけが違った。迷路には慣れてるけど、雲の上とか水の中まであるなんて思わないじゃん。僕なんて謎解きでずっと脳みそフル回転させてたから、なんずが頭に出ったギース。悔しいが、1年生の授業がいかに基礎中の基礎なのか、よくわかったぜ。先輩方は俺らより長く鍛錬積んでるんだから、当然っちゃ当然だが、1学年の差って、想像よりでけえんだな。貴様らが弱音を吐くのはわかるが、僕まで疲労困憊とは。まだまだ修行が足りん。マジフトの試合では、上級生たちの連携に全くついていけなかった。あれが選抜選手の実力か。もうクタクタなんだぞ。俺様の華麗な魔法が全然決まんなかったし。選抜選手になるにはあのレベルにならなきゃいけないんだね。みんなお疲れ様。有機生命体は肉体への疲労蓄積ダメージが大きくて大変だね。オルト、今それ言う？涼しい顔をしよって。でも僕も今日の競技データを解析整理するのに演算リソースをかなり使ってる。プロセッサが発熱して処理速度が低下中。これも一種の疲労だね。これ学園対抗戦まで毎日続くんだよな。だね。先が思いやられるな。シルバーからメッセージが。どこだ
部活だぞ。何？今日も部活があるのか？遅れてはまずい。ではな、人間ども。馬術部が部活あるってことは、俺らもみんな部活あるんじゃね？言われてみりゃ、特に部活は休みとは言われてねえな。特別授業があんなにハードなのにさらに部活。寮に戻ったら即寝ちまいそうだ。美食研究会は俺様が会長だから、俺様が休みにできるもんね。今日は疲れたからお休みにするんだぞ、子分。それは嫌なんだぞ。仕方ねえ。やるか。この後ミッキー更新調査のシフト決めようかと思ってたけど、今日は無理だな。うん。先輩たちの意見も聞かないといけないし、また今度にしよう。次の集まりまでに、僕がシフトパターンの叩き台を用意しておくね。助かるぜ、俺と。行くぞ、ジェイス。僕も映画研究会に顔出さないと。またね。あいつら、ミッキー更新調査頑張るぞって張り切ってたくせに頼りに。まあ、急いで調査はやったって、すぐミッキーに会えると決まったわけじゃねえし、新規くせえ顔すんじゃねえんだぞ。もしもおめえが元の世界に帰れなくても、いや、絶対俺様が帰れる方法を見つけてやるんだぞ。この未来の大魔法師グリム様にドーンと任せとけってんだ。ほら、行くんだぞ、子分。今日は風車の周りに生えてる食える草の調査だ。どうです？生徒たちの仕上がり具合は。日頃から俺の教育がいいおかげか。マジカルシフトでは1年生もなかなかの動きでした。この俺からのしごきに生徒たちは皆目を輝かせていましたよ。ミスティックモルター初参加の子犬どもは見知らぬ場所に放り込まれたかのように右往左往していました。素材を嗅ぎ分ける鼻も調合の手順を覚える頭も訓練が必要なバッドボーイばかり。まだまだしつけが必要ですね。やれやれ。クルーエル先生に同意だ。日頃の勉強がしっかりできている生徒とそうでない生徒で明確に差がある。リベレーションコードでは基礎知識のない生徒が次々と脱落していった。定期テストをもっと増やして予習復習をしっかりさせなくては。お前もそう思うだろう、ルチウス。何より予行練習の重要性を理解していない子犬が多すぎる。小型犬の方がまだ集中力が長持ちするぞ。集中力の欠如は体力がないのが原因でしょう。やはり筋トレメニューをもっと増やすべきだ。筋力ばかり磨いても意味はない。知識も技術も必要だ。トレイン先生のおっしゃる通りです。私が引率したレリックラビリンス、そしてメイズスプリントは知力と体力と魔法力全てが試されるものでしたからね。さて今年はどの競技が大会種目となるのやら。へいよー、先生方お疲れ様。おや、サム君、ここに来るなんて珍しい。もしかして今日頼んだ引率が大変すぎて大号令を請求しに。まさかコーニちゃんたちが魔獣相手に奮闘する姿を眺めるのは新鮮で楽しかったよ。トレイン先生に頼まれていた品物が届いたのさ。とっても大切なものだから直接お届けにね。おお、ついに。わざわざすまない。ほう、随分と厳重な箱だな。中には何が入っているんだ？さあ、俺は運んできただけだから中身は知らないよ。では
早速中身を確認させていただこう。無事に届いてくれてよかった。なんだこの古びた紙の束は。国際魔法師学会を通じて取り寄せた古い歴史書の写本だよ。学会が各国の王立図書館から借り受け、研究者向けに貸し出してくれたものだ。おお、どれどれ。こら、勝手に触るな。俺様のハンサムな顔に引っかき傷がやられたな、バルガス先生。写本とはいえ100年以上前に作られた貴重な資料なんだぞ。それを手袋もなしに素手で触れるなんて、もし汚したり破損させたりしたら学会からの信用を失いかねん。慎重に扱いたまえ。そんなに怒らなくても。ただの紙の束だろう。品性と知性を疑う言葉だな。それでも教育者か。いいかね、バルガス先生。この資料一冊一冊が先人たちの英知の結晶なのだ。文献学的価値、資料批判的観点、そして何より後世に残すべき記録としての意義。始まった。こりゃ長くなるぞ。トレイン先生、そんな貴重な写本を大量に取り寄せて一体何を調べているんです？2年 A 組のシルバーバンルージュの所持していた指輪について気になることがあってね。指輪？ああ、耳の尖った子鬼ちゃんを生き返らせたっていう。ドープな魔法石がついてたけど砕け散ってしまったって聞いたよ。随分と詳しいな、サム。俺の秘密の仲間が教えてくれたのさ。で、シルバーの指輪の気になる点というのは？私はあの指輪はウィッシュピースだったのではないかと考えている。ウィッシュピース？君もこのツイステッドワンダーランドに暮らすなら聞いたことくらいはあるだろう。強い願いに共鳴し奇跡を起こす存在、それがウィッシュピースだ。歴史の転換期に現れ、奇跡によって一国あるいは世界の運命さえ変えるとされている。その形は様々で、魔法のランプ、ガラスの靴、愛のバラなどもその一つと数えられている。おお、愛のバラはよく知っている。俺の故郷に伝わる話に登場するんだ。傲慢な王子が魔女に呪いをかけられ、野獣の姿に変えられた。魔女に与えられた愛のバラの最後の花びらが散る前に真実の愛を見つけないと永遠に野獣の姿のまま。花一つに運命を握られるとは情けない。自分の運命は己の筋肉で掴み取れ。結局野獣は真実の愛を見つけることに成功して呪いは解けたって話でしたよね。ええ。そして城は呪いから解放され、王国は蘇った。長年姿を消していた城が突然再び現れ、途絶えていた交易と外交が復活したのです。周辺諸国は驚愕しただろう。地域の経済圏が一変する歴史的な出来事と言っていい。俺はウィッシュピースのことはレジェンドな魔法アイテムくらいに考えてたな。トレイン先生の授業はためになるね。歴史に影響を与える存在、魔法師としてはそう捉えているわけか。確かに興味深い。私は大学時代魔法史学科の奇跡史学研究室に所属していてね。卒業論文でガラスの靴を扱って以来ウィッシュピースの研究を続けている。ガラスの靴。
確か奇跡の国の有名な伝承に登場するアイテムだろ。そうだ。苦難に耐え夢を見続けたという少女に妖精が与えたというガラスの靴。舞踏会の終わりに少女が急いで城を去る際、階段にその靴の片方が残された。王子はその靴を頼りに少女を探し出し、二人は結ばれたという。それによって庶民の暮らしを知る王妃が誕生。民に寄り添った政治改革が行われ、国は大きく繁栄したのだ。たった一足の靴が国の在り方を変えたとも言えるわけですね。非常に面白い。そして今回、私はバンルージュの復活に立ち会った。一度命を失った者が復活する。これは魔法の領域を超えた現象。まさしく奇跡だ。しかし、奇跡を引き起こした指輪は力を失い砕け散ってしまった。そういえばバンルージュ君の復活に関する調査結果報告が先日の賢者の島安全管理委員会でありましたね。賢者の島安全管理委員会？魔法災害の後始末と今後について話し合う定例会議ですよ。非常にめんどくさいんですが、補助金のためには、賢者の島の安全のためにはとっても重要な会議なんです。賢者の島の各学園、ふもとの町、ステュークス魔法省、国際魔法安全保障機構、黎明の国と茨の谷、それぞれの代表。つまり俺のような大物が集まる会議ってわけだ。あははは。なるほどね。で、そこで指輪の話が？ええ、ステュークスの所長から解析に時間がかかったがようやく結果が出たと。指輪に使われていた石の産地はかつて茨の谷の領土だった雷鳴山脈だと判明したのだ。茨の谷から調査のために貸し出された王室所蔵の魔法石の中に類似する石があり、産地が割り出された。この調査結果を聞いた私は王室所蔵の魔法石について興味を惹かれ、後日詳しい資料を取り寄せ、その結果非常に興味深い事実が分かった。どのような？茨の谷にはプリンセスグローと呼ばれる巨大な魔法石が存在していた。術者の魔法を飛躍的に強化し、不治の病をも治す奇跡を起こす石として記録されている。へえ、奇跡を起こす石。そいつはクールだね。そしてシルバーの指輪の石とこのプリンセスグローの記録は産地、結晶構造、特性が全て酷似している。そのため同じ鉱脈から産出された兄弟石である可能性が非常に高い小さな石で、バンルージュを蘇らせるほどの奇跡を起こした。ではその何倍もの大きさを持つプリンセスグローならば、一体どれほどの奇跡を起こせるのか。それは興味深い。私キラキラしたものの話大好きです。して、そのプリンセスグローは今も茨の谷に？それがマレノア姫の杖にあしらわれたという記録を最後に行方が途絶えているのです。400年前、剣の国の手に渡ったところまでは記録があるが、その後の足取りがつかめない。400年も前の話となると記録も散逸してしまっているでしょうね。だからこそ私は各国の古文書を取り寄せてプリンセスグローの足取りを追っている。歴史の闇に消えた奇跡を起こすという巨大な魔法石。
確かにそそられるトピックだ。そう。私の目的はただ一つ。プリンセスグローの行方を突き止めること。もし見つかれば、魔法史に刻まれる出来事になる。そして、歴史的発見の立役者として、私の名が後世に残るのだ。学術論文にも、教科書にも、私を不採用にし続けたロイヤルソードアカデミーも、さぞかしほぞを噛むだろうな。それほど優秀な人物なら、あの時採用しておけばとね。トレイン先生、燃えてるね。燃えるのはいいが、学期末まで忙しい日々が続く。これ以上の人手不足はごめん被りたい。自分が無茶はできない年齢なのは自覚しておいてほしいところだ。400年前、茨の国が敗北した後、プリンセスグローは剣の国の手に渡った。そこまでは茨の谷の記録にも残っているが、その先が問題だ。これは剣の国から奇跡の国へ逃げ延びたレイヤ女王の次女の手記。杖を手に入れたヘンリク王子は父王を救うため、杖の石を使い杯を作らせた。おお、杯の見た目について書いてあるぞ。輝く宝石がはめ込まれた黄金の杯は、ただ水を飲むにはとても大きく、とても深く、とても重く、両手で掴むハンドルと重厚な台座がついていた。ハンドルと台座がついている。随分と豪華なカップだな。そして、何レイヤ姫がその杯で汲んだ水を父王に飲ませると、不治の病に伏せっていた王は、みるみるうちに回復した。素晴らしい。やはりプリンセスグローは、奇跡を起こす力を持っていたのだ。国に危機が迫り、女王となったレイヤは、杯の悪用を恐れ、3人の妖精に奇跡の杯を託した。この手記の中にある杯に関する記述は以上だな。妖精に杯を託したか。待てよ。先ほど読んだ英雄の国の歴史書にそれらしい記述があったぞ。正しき魔法使いアンブローズは3人の妖精より奇跡の杯を託された。これだ。アンブローズ。アンブローズだと。憎きロイヤルソードアカデミーの学園長と同じ名前ではないか。偶然か、それとも大きな宝石が埋め込まれ、ハンドルと台座がついたカップ。アンブローズ、そんな、まさか。はいはい、今開けますよ。こんな夜更けに一体誰です？学園長、昨年の学園対抗戦の表彰式の写真を見せてください。トレイン先生、どうしたんです？血相を変えて。突き止めたかもしれません。プリンセスグローの行方を。ですから早く表彰式の写真を。わからないけど分かりました。表彰式の写真はありますが、我が子は敗戦側ですよ。確かここに。どうぞ。これだ。輝く宝石がはめ込まれた黄金の杯は、ただ水を飲むにはとても大きく、とても深く、とても重く、
両手で掴むハンドルと重厚な台座がついていた。正しき魔法使いアンブローズは3人の妖精より奇跡の杯を託された。これはもう間違いない。何が間違いないんです？ロイヤルソードアカデミーが所蔵する学園対抗戦の優勝カップ。この杯にあしらわれた石こそが奇跡を起こす魔法石プリンセスグローです。なんですってまったく、なんという会議だい。せっかくまとめた資料がめちゃくちゃだよ。資料の隅が焦げてしまっている。最初に椅子から立ち上がったのは誰だ？口じゃなく拳での話し合いになっちまったじゃねえか。じーっと座ってるより眠くならなかったし、賑やかで楽しかったぜ。誰がどの種目に出るかも無事に決まったし。あれだけ揉めたのに賑やか、先生たちも見てるだけじゃなく止めてくれたらよかったのに。長机を一つ再起不能にした人がなんか言ってますわ。先生だって命は惜しいでしょ。絶対ヤバいことになるの分かってたからリモート参加したかったのに。戦いそのものより作戦や布陣をじっくりと練ることが大切とも言う。今日はこの集まりに参加できてよかった。その通り。数日後の本番が楽しみじゃの。本番まであと数日。4つの開催種目も決まったことですし、ここから仕上げていかなくては。ええ、ナイトレイブンカレッジのチームワークをロイヤルソードアカデミーに見せつけてやりましょう。チームワーク、我が校の生徒には一番縁遠い言葉だな。ジャミルさん、夢の中で果たせなかった共闘をここで実現できて光栄です。まさかお前と同じ競技に出ることになるとは思わなかった。あなたの隠された実力を存分に拝見できるのを楽しみにしていますよ。隠された実力だって。他人を値踏みするのは商売人の悪い癖だぞ、アズール。これは失礼。ただビジネスパートナーの実力把握は基本中の基本ですから。お前以外の言葉なら素直にうなずけた気がするよ。だが出し惜しみをしている場合じゃないな。ええ、相手は我が校が99年負け越している強敵ロイヤルソードアカデミーですが、初戦で追い風をつかめば勝利への航路は順風満帆。優勝カップは僕たちがいただきだ。